もし襲ってきたらすぐ逃げます。戦う男アタッチメント。いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。ほら、また一匹出てきた。来た来た来た。これ女王蜂かもしんない。もしかしたらついに蜂が来た。今その辺飛んでたぞ。いたいたいた、ほら。あ、いった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 。先日僕は高所作業の万能ツールドラ吉棒を製作し、それにスマホを装着して敷地内にある離れの軒裏を調査した結果、壁裏へと続くいくつもの通気口があることが判明し、それが毎年春に蜂が来ていた原因だと断定。そこで僕はすぐさま緊急の DIY を行い、通気構造を維持したまま虫や小動物の侵入を遮断。これによりようやく長年の蜂の恐怖から解放されたと思ったのですが、作業から1ヶ月後のある日、ついに蜂が巣作りに来たけど入れない。その辺ブンブン飛んでたけど、あれ今年は入れなくなってるぞってやってるこれですね、これ。まあだけど多分違うとこ作るけどね、違うとこ作るけど、その中に入らなければいいんだ。その辺の軒下だったらすぐにどうにでもなるんで。ちなみに今日はね、動画にしないけど、ほらわかるかな、このフェンスの隙間を風が通るようにして塞いだっていう感じ。向こうも猫口がニヤニヤ鳴いてるけど、で今作業してたらね、蜂がブンブンそこ飛んでるのが見えて、多分何回かもう来てると思うんだけどね。もう3月の末なんで今どっか行っちゃったかな。あ、いたいたいた。ほら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 。でも女王蜂にしては小さいなこれ。こうやってね、一匹で来てね、巣作りできる場所を探して巣を作り始めて、で徐々に働き蜂が増えていくと。で働き蜂はね、全員春とか夏に生まれるのはメスらしいです。で秋になったらオスを産んで交尾して新たな女王蜂を育てると。ほら。で寒くなってくると他の蜂はみんな死んじゃうんだけど、女王蜂だけは生き残って、で女王蜂はね、巣を離れて、なんかね、例えばちょっと木の穴とか、あと落ち葉の下とか、なんかそういうね、別のところ行って越冬するんだって、一匹で。でそれでなんとか次の春まで、今の時期まで生き残った女王蜂が、だいたい去年巣作りに成功した場所とかに来てね、またこうやって作り始めようとするんだけど、今年は後ろも全部塞いだんで、ほらいた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 。あ、何匹かいる。ほら。いやこれ何匹かいるから、これ女王蜂じゃないな、これ働き蜂だな。その辺もう作られてるな。今年はこの反対側も全部しっかりやってあるんで、なんならそこの壁の換気扇穴も換気扇のフードを取っ払ってアルミ複合板で塞いだんで。いやなんかね、あれ女王蜂じゃないっぽい。体小さいし、しかもそこ蜂がもう 3,4 匹来てるから、で時期的にもちょっとね、今もう3月とはいえもう3月の終わりだから、例年ならもっと早い時期に来てるはずだなと思って。いやどうもね、この辺に蜂がね 3,4 匹いるから、あれもう多分働き蜂だから女王じゃないわ。やっぱりあんなに女王蜂ちっちゃくないもん。いや蜂は手強いな。いつもと違う場所に作られたんだ今度。あれはちょっと戦う男アタッチメント使うしかないかな。それかもう8ジェットで一気に、今のうちやっとかないと猫たちがちょっと危険になっちゃうからね。駆除させてもらおうか。よし OK。 今お昼ご飯を食べて中途半端な作業をね終わらせたところなんですけど、そうしたらこれから、本当はこの後別の作業を予定していたんですけど、急遽蜂の対応をしないといけなくなったので、そうしたらまずはちょっとドラ吉棒1でカメラを搭載して、ちょっとこの辺を見てみようかな。
よし、そしたらこちらがドラ吉棒1で、こっちがドラ吉棒2なんですけど、これね、この太い方がドラ吉棒2で、とりあえずねちょっとさっきのところこのドラ吉棒1にこのスマホ検査アタッチメントを取り付けて、でこれでねスマホで高所の検査ができるんで、これをねこうしてスマホを固定して、でカメラモードにして、高いところをこれで撮影して、で下ろしてすぐに確認できるんですけど、カメラ近づけたらもう蜂が襲ってくるかもしれないんで、もし襲ってきたらすぐ逃げます。じゃあちょっと行ってきます。蜂出てくるかなと思ったら出てこなかったですね。でこれいいのがね、撮影して下ろしたらその場ですぐに確認できるっていうのがね、もう検査としてはすごく便利なんですよね。もうちょっとこっちが見たかったなと思ったらすぐにその場でもう一回撮り直せますしね。で映像を確認してみると、やっぱりね壁の裏側に入っていけるような隙間は少なくともここはないみたいですね。で反対側はどうだろう。これもしかしたらこの雨どいの穴の中に作られてるのかもしれない。それか河原の下か。これ念のためあれかな、戦う男アタッチメント吹いといた方がいいかな。一応戦う男アタッチメントで殺虫スプレー吹いとこうか。はい、というわけでカメラ検査の結果、蜂出てくるかなと思ったら出てはこなかったんですけど、雨どいの穴の中がちょっとね怪しいんで、一応ねこちらドラ吉棒2のスプレーアタッチメント、別名戦う男アタッチメントを使って上からね殺虫スプレー、これアースジェットなんですけど、これを撒いておけばもうちょっとね匂いも多少残ると思うんで蜂来なくなると思うんで、もし中で死んじゃったとしても中だったら雨で流れてくんで、あんまりちょっとね生き物の殺生の動画っていうのはこのチャンネルではあんまりやりたくはないんですけど、蜂はねちょっと困ってる人もいっぱいいると思うんで、ちょっとこれから殺虫スプレーの噴射をしたいと思います。でさっきのこの細いのがドラ吉棒1で、こっちのドラ吉棒2はこうやって組み立て式で、これパイプがねネジになってるんですけど、こうやって組み合わせていって、でこれはパイプが太いんでさっきみたいにしなったりしないんで、何かちょっとね作業的なことをするにはこっちの方が一応向いてはいるんですよね。で長さはもうちょっとかな、これぐらい大丈夫か。よし、そしたらもうこれ先端にスプレーアタッチメントがついてる状態なんで、一応ここでね首の角度の調整ができますんで、ちょっと下向きに向けてこれくらいかな、でロックして OK ですね。あとは下からこの紐を引っ張ればこのハンマーが下りてスプレーが噴射されるという仕組みになってますね。というわけでちょっと怖いけど行ってきます。一応急に襲ってきた時のためにこちらもねすぐ手に持ってビュってできるように持っておきますけど、今日はね8ジェット使ってもちょっと風が出てきたから下から吹いても多分流れちゃって届かないんで、やっぱりこんな時はねこちら有効ですよね。これはアースジェットですけど、ちょっとこれ高いんでね、数が少ない時なんかはこっちで至近距離でやった方がお金がかからないんで、これ使うとすぐなくなっちゃうんでね。というわけでじゃあ早速行ってきます。
今1匹出てきましたね。1匹出て飛んでいきました。あの辺とりあえずもうめちゃめちゃ吹いたんで、もう多分蜂これで寄らないと思いますね。また来たらまた吹いてあげれば匂いがある程度残るんで、これで大丈夫かな。念のためもう少しやっとこうか、周りも。いっぱい出てきた、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。あそこに隙間があったみたい。問題発生で蜂がいっぱい飛び出してきた。ここにあったらしい隙間がどうもないと思ったんだけどな。唯一角でね、ここもここもここも角やったんだけど、ここの角だけやんなかったんですよ。ここは隙間ないなと思って。でもどうもあったらしい。今結構10匹ぐらい出てきたぞ。これ中も作られてるわこれ。あららら、どうもここにほらまた1匹出てきた。来た来た来た。これ女王蜂かもしんない。もしかしたら。ごめんねごめんね。いやあれさっきないと思ったんだけどな。いやでもあそこから出てきたのははっきり見えたから間違いない。ちょっともう一回カメラで見てみよう。ほんと油断も隙もないわ。唯一やらなかった角、ここ穴がないと思ってやらなかった角に蜂が集まってた。すごいな、蜂って一箇所でも作れるとこあったらそこ作っちゃうんだな。どうだろう。まあでもここ多分空いてるのかな。もうここから出てきたってことは空いてるってことだ。そうしたら多分これ入れても分かんないと思うけど、穴が続いてるかどうかだけは分かるんで、ちょっとこの内視鏡カメラで探ってみたいと思います。はい、今ね内視鏡カメラで調べたんですけど、結論から言うとあそこの角、壁裏に続く隙間がありましたね。すごい小さい隙間が。これがその時の映像で、上の木材に節が抜けた穴がありますが、この穴はここから先には続いておらず、蜂が出てきたのは間違いなくその奥で、正面から見ても穴の位置は分かりませんが、内視鏡カメラを差し込み下を覗き込んでみると、ありました。これが壁裏へと続く隙間です。
あれはね、ネズミとコウモリは絶対入れないですけど、ハチは入れちゃうのかな。あれこの内視鏡カメラの先がギリギリ入るぐらいだったんで、中グリングリンやったけど何も出てこないから、もう多分いない。あれだけスプレー噴射したんで、もうさすがに臭くてみんな出たと思うんで、これ以上はおそらくいないし、ちょこっと中に巣作られててももういや、塞いじゃおうあれは。はい、というわけでこちらこの前使ったステンレスメッシュですね。で今回は穴自体はすごいちっちゃいんですよ。で出口の5、6センチのちょっとへこんでるところ、今回はねこの出口の5、6センチのところにこのステンのメッシュを四角く折って詰めるだけで十分だと思うんで、よし、これで OK。 そしたらこれをあそこに詰めたいと思います。よし OK、 綺麗に入った。というわけで無事に対策完了しました。一応これで今度こそ安心なんですけど、さっき一番最後に出てきた蜂、すごい大きい蜂が出てきたんですけど、あれ間違いなく女王蜂ですね。他の個体よりもね5、6倍大きかったです。もうスズメバチみたいなでっかい蜂だったんで、ちょっと心が痛むといえば痛むんですけど、一回僕昔ね向こうで顔面刺されたことあるんで、あの痛みはもうほんと一生忘れないんでね、ブチって落としましたからね。やっぱり猫たちのリスクとかを考えると駆除しないわけにはいかないので、ちょっとかわいそうだけど今回は女王蜂も駆除させてもらって完全に塞ぎました。これでもう全て全部間違いなく塞がれたんで、そこだけちょっと盲点でね、僕目視で確認してここは繋がってないなと思ったんだけど、甘かったですね。ちっちゃい隙間がありましたね、ちゃんとね。めちゃめちゃ増える前にね対策できてよかったかな。まだ3月なんでね。坊ちゃんもう安心だよ坊ちゃん。今日ちょっと猫たちかわいそうだったな。猫口もねニャー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 ずっと出たがって泣いてたんだけど、ちょっと僕も僕でね今日は忙しくて、特に蜂がブンブン飛んでる中で出せないんでね、ちょっと今日は我慢してもらったけど、これで明日からは普通に出せると思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。